脱初心者。こう書けば確実に絵は上達します。こんにちは、斉藤直樹です。今回はイラスト初心者から中級者の方に向けてですね、どういう順番で描けば失敗なく自分の理想の絵が描けるようになるのか、絵の描き順についてお伝えしようと思います。はい。なぜですね、描き順が大事なのかというと、絵をね、途中で完成させられずに投げ出しちゃうっていう方の大半は、途中で絵がまとまらなくなっちゃったり、思った理想からどんどんとかけ離れてしまって、もうなんか、もういいやってね、途中で諦めてしまう人が多いと思うんです。ですが、今からお伝えする手順で絵を描くことで、あら不思議。なぜか最後まで自分が思い描いた通りに絵が描けちゃう。そんな魔法の手順です。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。オーラフを描く。まずは紙と鉛筆、そしてシャープペン、そして練り消しを用意しましょう。で、こんな感じに結構小さめの四角を描きます。今回は A4 の比率なので、横 2.5 センチ、縦 3.5 センチ程度で描きましたが、定規などを使わずともね、適当にフリーハンドで描いて大丈夫です。結構意外に思う方いるかもしれませんが、描き始めはアナログの方がおすすめです。なぜかというと、デジタルだとズームアップできちゃうので、細かくね、描けすぎちゃうんですね。最初は大雑把にざっくりとした全体のイメージを作ることが何よりも先決なので、僕はアナログで描き始めることが多いですね。どんな感じのイラストにしようかなと、あれこれ想像を巡らせながら、まずはね、かなり適当なポーズ、簡単なポーズラフをいくつも描いてみましょう。ここではね、1枚にあまり時間をかける必要はないですよ。1分とか2分ぐらいでサクサクっと描いていきます。何パターンか描いてみたら、その中から気に入ったポーズを2つ選びましょう。それをもとにラフを描いていきます。線画ラフを描く。次は先ほど選んだオーラフから線画ラフを制作していきます。この段階では先ほどよりも若干丁寧に詳細に描いていくので、少しね、大きめの枠を描きます。大きさの目安はですね、一応縦10センチ、横7センチぐらいですが、これもあんまりきっちりしなくていいですし、むしろフリーハンドで描いてみてください。あくまでもラフは大雑把にが基本です。先ほどのオーラフをもとに少し細かく描いていってみましょう。オーラフでふわっとしたイメージが湧いているので、いきなり描き始めるよりも結構ね、描きやすいことが実感できると思います。必要なら、このようなポーズ人形を参考にしながら描いてみてもいいでしょう。こんな感じで、あまり線をきっちりと丁寧に描かないことがコツです。綺麗に描くぞという意識ではなくて、こんな感じの絵になったらいいなといった意識で描いていくと、よりいい感じのラフになりやすいと思います。はい。間違ったら、練り消しで修正しながら描いていきます。ラフの段階では、僕は消しゴムではなくて、練り消しを使うのがおすすめです。なぜかというと、うっすらと線を残して消せるので、イメージを膨らませながらね、描き進めることができますし、何よりも消しカスが散らばらないので、これもね、とっても便利なんですね。はい。線画はこんな感じです。どうですか？思ったよりもざっくりと大雑把な印象でしょ？色を塗る。絵をパソコンやタブレットに取り込んだら、次は色を塗ってみましょう。取り込みはドロップボックスというアプリを使うと綺麗に簡単に取り込むことができます。取り込んだデータはインデックスカラーモードになっていて、このままだと着彩できないので、イメージ、モード、RGB カラーモードに変換します。次は線画を抽出します。やり方がわからない人は線画抽出で検索すれば各ソフトごとの線画の抽出方法が出てくると思うので、そちらを参考にしてみてください。線のレイヤーの下に着彩用のレイヤーを作ったら、あとは自分のイメージに沿って色を乗せていってみます。ここでもそんなにきっちりと綺麗な処理をしなくても大丈夫です。ちょっとぐらいはみ出しても気にしないでください。あくまでイメージを膨らませるためのラフだということをお忘れなく、ガシガシと塗っていってください。キャラクターだけではなく、この段階で背景も塗ってみることをお勧めします。ここできっちりと色のイメージを固めておくことで、この後の清書作業が圧倒的に早く、楽に、そして失敗なく完成まで進めることができるようになります。料理でもスポーツでも何でもそうだと思いますが、2回目にやることって1回目よりもうまくできますよね。それと同じように、ここでラフをしっかりと描いておくことで、その2回目効果を本番のイラストで発揮することができるんです。そう考えるとね、カラーラフってちょっとしたチート行為ですよね。そしてもう一つのラフについても同じように簡単に色を乗せてみましょう。これで A 案と B 案できましたよね。も
しこれがね、仕事だった場合、基本的に A 案はクライアントにもらった発注書通りのパターンを、B 案は発注書に一ひねり加えたようなパターンを、あともし余裕があれば、発注書は特に気にせずに自分好みを全面的に押し出した C 案を作ってみてもいいかもしれません。清書する。一応カラーラフの説明は終了ですが、ここからどうやって清書するのというのを軽く説明しようと思います。やり方は2パターンありますね。パターン1、このまま書く。これはね、結構横着したやり方です。作品を急いで書きたい時なんかは、このやり方が良いですね。こんな感じで、キャラ、背景にパーツ分けしつつ、上からガシガシと書き込んでいって、完成を目指しちゃうやり方です。厚塗りがね、得意な人なんかは、この進め方がしっくりくるかもしれません。デメリットとしては、こんな感じのゴミが残りやすいので、しっかりとゴミ取りをする必要があるでしょうか。そして、パターン2、新しく書く。ラフを下敷きにして新しく書き直すパターンです。仕事で絵を描く場合には、こっちの方がおすすめではあります。さっきの進め方よりはちょっと時間がかかってしまいますが、線をレイヤー分けしたり、細かい部分まで対応できるので、綺麗なね、データを作ることができるのが、この進め方のメリットですね。どちらで進めるのか、場合によって使い分けてみるといいと思います。さて、ここまでが失敗なく絵を描くための手順でしたが、でもここまで見ていてこう思った人もいると思うんです。いや、オーラフを描けってね、そんなサクサク描き始めたけど、そもそもどんな基準に沿って、どんな考えでその構図を描き始めたのかわかんないよ。もう少し前の段階の絵師が何を考えながらその構図を描いているのか、その段階、考え方も教えてくれよってね、言う人もいると思うんです。はい、わかります。なので、絵の描き始め、構図の考え方についても補足的にお伝えしていきます。ちょっとここからはプラスアルファ、少し難しい内容になりますが、この知識を持って絵を描くことで明らかにね、初心者レベルから脱却。お前なんか勉強してるだろっていうプラスアルファの知識を得ていただけると思います。最後までお付き合いくださいね。ラインを考える。まずですね、初心者の方がどうやって絵を描くことが多いのか、大げさにやってみますね。なんかこうやってですね、細かい部分から描き始めるんですよね。特に顔の細部、目とかから描き始める人が多いと思います。でもね、皆さん、上手い人が絵を描き始めるとき、こんな風な動きをしているのを見たことがありませんか？これね、何やってんだろうって、絵を知らない人から見たら謎の行為だと思うんですが、これがですね、まさにラインを見つける作業をしているんです。そう。これですね、まだ画面にはペンを走らせてないので、見ている人にとってはね、謎の行為をしているように見えるんですが、描いている人にとっては、もうですね、頭の中で画面に絵を描き始めている状態なんです。何をしているのか、頭の中をちょっと覗いてみるとですね、こういう作業をしています。さて、どんな絵を描こう。ガーッと中央に向かったラインが走ったような迫力のある絵作りをしようかな。いやいや、縦にダイナミックなラインが入ったスケール感の感じる絵を描こうかな。それとも斜めのラインを強調したような動きのある絵を描こうかな。そんな風に考えています。これわかりますか？初心者の方が絵の細部、ディテールから描き始めようとするのに対して、絵が上手い人っていうのはね、ただ単に線、つまりラインを画面の中に見つけるところから始めるんです。さっきの空中で絵を描くような行為の意味は、そのラインをね、画面の中から見つけようとして、頭の中で線を描いているような状況なんです。でもですね、ここまで聞いてこう思った人もいるかもしれません。でもさ、実際のキャラクターを描くとしたら、そのキャラ自体をどのぐらいうまく描けるのかが重要じゃん。そんなラインなんて細かいこと別にどうでもよくねって。いえいえ、それがですね、結構違うんです。例えばですね、これは以前僕が添削したイラストです。この元の作品はですね、田中伝中さんという方の作品で、オリジナルキャラクターの鈴木ちゃんのイラストなんですが、はい。鈴木ちゃん可愛いですよね。僕この作品ね、すごく好きなんですが、これがビフォーで、これが僕が添削した後、アフターです。どこをどう変えていったのかというと、いろいろあるんですが、やはり大きく変えたのはライン取りなんですね。添削前をラインに表すとこんな感じです。なんとなく規則性がなくて、まとまりに欠ける印象になってしまっているのが、ラインにすると分かりやすいと思うんですが、添削後はこうしました。奥行きを表す横のラインを揃えて、キャラクターを表す縦のラインは、机に隠れて小さくなってしまっている真ん中を避けて、右側に寄せ、より
ダイナミックにストンと通す。このようにラインを整えることで画面内の空間を整理して見ている人にどこを見てほしいのかより明確に視線を誘導できたと思います。このようにラインを整理する作業というのは絵作りにおいてものすごく効果の高い作業なんです。よくですね、ここの形が狂っているからデッサンを整えようとかそういうアドバイスって結構聞くと思うんです。まあそれ自体はねそんなに間違ってはないんですが、でもね、あえて言います。デッサンを整えることなんかよりも数倍ライン取りは重要です。なぜなら、今見た通り、ライン取りによって決まってしまう印象の方が、ずっと大きいからなんです。絵がね、上手い人というのは、感覚的にそれを知っているので、絵を描く前のこの不思議な動作、これをね、やるわけなんですね。はい。なんでですね、ちょっと仰々しくお伝えしましたが、ライン取りはですね、簡単です。ライン取りのパターン。ここでライン取りの大まかなパターンを3つ紹介します。ライン取りの種類はたくさんありますが、大きく分けるとこの3種類に分類されます。なので最初はこの3つを覚えておきさえすれば、自分が思ったような効果を画面に持たせることができる。そんなパターンです。例えば人物を描く時の話をしましょう。まずはパターン1です。すごく安定した静かな画面を作りたい時には、このように横のラインを強調した絵を描きます。ほら。この絵を単純化すると、横のラインの印象が強いでしょ？こうすると、動きの印象が全くない、静かな印象を作ることができるんです。次にパターン2。安定はしているけど、エネルギッシュな印象を作りたい場合には、このように、横のラインよりも縦のラインを強調します。単純化するとこうですね。こうすると、動きは感じないんだけど、人物のエネルギーを感じるような、そんな印象を作り出せます。で、最後のパターン3。動きを感じる画面を作りたい場合ですね。そんな時にはこうします。斜めのラインを強調しましょう。こうすることによって、たとえね、棒立ちのポーズであっても、なんとなく画面から不安定さが伝わってきて、絵に動きを感じることができるんです。実際に描き始める前には、上手い人はこの作業を頭の中だけでやっちゃう人が多いんですが、あえて紙の上に描くとですね、例えば動きがある絵が描きたいなと思ったら、まずはこんな風に人物を細かく描く前に斜めのラインを描き入れてから、そのラインに沿って人物を描き入れることで、動きのある絵が自然と描けるようになると思います。ぜひ試してみてくださいね。シェイプを考える。さあ、ライン取りが決まった後にする作業。それが、シェイプを整える作業です。シェイプをね、整えるって言われても、ちょっとね、ピンとこない人が多いと思いますが、実は皆さんやったことがあると思います。これです。当たりを取る作業ですね。皆さん、キャラクターのイラスト、動物のイラスト、建物のイラスト、何でもいいですが、実際に清書する前にこうやって、うっすらと当たりを取りますよね。では皆さん、この当たりを取っているとき、何を考えながら当たりを取っていますか？多分ほとんどの人は、描いているそのものの形自体を、キャラクターだったら、キャラクターのシルエットのみを考えて、絵を描いていると思います。もちろんね、それは間違いではないんですが、これだけではちょっと不十分なんです。キャラクターのシルエットを整える前に、もう一個ね、考えておいた方がいい要素が一つあるんです。それが、シェイプ。もっと言うと、ポジティブシェイプとネガティブシェイプです。例えばこちらの作品をご覧ください。こちらはクワンさんの作品で、任務完了っていうタイトル通り、敵を一瞬でほふるテキサスというキャラクターの素早い斬撃シーンを描いたイラストです。タイトル通りにね、迫力のあるイラストですよね。この添削では、さらに勢いを強調するために、Z の法則を利用しようということをお伝えして、このように添削させていただきました。どうでしょう？前後を見比べると、なんだか勢いや迫力が増して、スピード感をより感じられる画面になったのがお分かりいただけると思います。この添削で勢いを増したかのように見ている人に感じさせるために、Z の法則とは別に、実はもう一つ僕が意識したことがあります。それが何かというと、ネガティブシェイプなんです。ちょっとここでね、シルエットとシェイプ、言葉が混乱してしまう人がいると思うので、少し整理させていただくとですね、シルエットというのは主にこの部分、メインのモチーフを黒く塗りつぶした時の影の形、これに対してシルエットということが多いです。対してシェイプというのは、メインのモチーフのシルエットも含めた画面にある全てのものの形、例えば、これとかこれとかこれもシェイプと呼びますね。で、その中でもメインのモチーフのシルエットをポジティブシェイプ、それ以外の部分をネガティブシェイプと呼びます。はい。大丈夫ですか？ついてきてますか？ちょっとね、ここややこしい部分だと思うので、もし理解できていなかったらもう一度見てみてくださいね。図説を交えて何度か見ていただくことで、きっと理解できると思います。そしてですね、ここで僕がめっちゃ意識したのが、特
特にネガティブシェイプの部分なんです。添削前のネガティブシェイプの形を見てみましょう。キャラクター以外の部分のシェイプの形ですね。はい。すごく大まかに簡略して捉えると、この絵のネガティブシェイプはこんな形になっていると思います。対して添削後のネガティブシェイプの形はこんな感じ。はい。わかりますか？このクロスした斬撃の中心部に向かって先細りの細いシェイプが集まるように配置されてますよね。この真ん中に集まる鋭いシェイプの印象が実は素早いという印象につながっていくわけなんです。このネガティブシェイプの形、それこそが絵全体のイメージを支配しているものの正体なんです。このね、シェイプの操作はすごく奥が深くてたくさんあるので、全てを紹介することができるわけではないんですが、例えばこれもですね、わかりやすい例の一つです。こちらは、あいうえおさんの作品で、快晴というイラスト、塔の上に立つ少年のイラストで、卓越した色のセンスからもね、すごく爽やかさを感じられるような気持ちのいいイラストなんですが、タイトルの快晴、空をね、もっと意識させるためには、こう変えた方がいいよということで添削させていただきました。はい。これはですね、どこを添削したのかというと、いろいろあるんですが、やはり大きな部分はネガティブシェイプなんです。変更前は石壁と空のシェイプがだいたい1対1だったのに対して、変更後は空のシェイプ2に対して石壁のシェイプが1くらいになりましたよね。これによってこの絵は空が大事なんだよっていうことを見ている人に印象づけるような絵になったわけです。シェイプの捉え方。じゃあ、シェイプ、ネガティブシェイプ、実際にはどうやって描けば意識しやすいかなんですが、これはですね、よく見ていてください。例えば、人物を描いていく場合には、こう描いていきます。はい。このように、線と線の間をわざと開けて、ディティール、細部は完全に無視してですね、さらっと大まかなシェイプの形、この部分と、あとその他の形ですね。その形がどうやったらいい感じになるのか、そこだけに意識を配りながら描いていきます。いい感じっていうのはね、例えばさっき言ったような比率ですね。人物で区切られたこの左右のネガティブシェイプの画面比が1対1になっちゃうと、動きのない安定した画面になっちゃいますから、もし動きをつけたい場合にはね、このネガティブシェイプの割合を7対3とかに持っていったりします。さらに動きを強調したい場合には、斜めのラインをね、意識するのが効果的ですから、このようにシェイプも変更していきます。画面に光を差し込ませて、こんな風にネガティブシェイプを斜めに区切るのも効果的な方法なんです。ほら、見比べてみると狙い通り、ただの立ち絵なんですけどね、どんどん動きがある印象に近づいていったのがお分かりいただけるかと思います。どうでしょう？シェイプ、そしてネガティブシェイプの威力、お分かりいただけたのではないでしょうか。こんな風にね、絵を描く前、当たりを取っていく際には、この部分、キャラクターのシルエットはもちろん大事なんですが、もう一個意識すると、プラスアルファ、ぐんとあなたがパワーアップする要素として、ネガティブシェイプをどうするのか、ここにですね、ぜひ考えを巡らせてみてください。そうすることで、もう一段階、ぐんと初心者レベルを脱却したステップアップした絵作りができるようになると思います。これできるようになると最強ですよ。ぜひ意識してみてくださいね。といったところで、この順番で描けば絵が上手くなる動画お届けしてまいりました。でももっと細部まで段階的に丁寧に描き方が知りたい。背景とかエフェクトとかキャラデザとか、そういう部分まで網羅的に教えてよという方はですね、僕がVimeoから出しているこちらの動画セット、1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムがおすすめです。概要欄に URL がありますので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。